よいしょ変な声が出るぐらい今日はいい魚入りました。というわけで本日の食材がこちら。よいしょ。サーモンっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、限界サーモンっていうことでね、今日はこちら超新鮮なサーモンいただきました。ピッカピカのサーモンでございます。ほらこれ見て、この極上サーモン、顔はこんなに小さいのに体高を見てください。これすごいクオリティですよこれ。でこちらの限界サーモンはね、ニジマスを改良したサーモントラウトっていう品種になります。でこの限界サーモンがね、2月の末から4月の上旬のほんと2ヶ月ぐらいしか水揚げされない超貴重なサーモンなんですよね。佐賀県の綺麗な海で養殖された限界サーモン、今日はこちらを使って、サーモン好きだったら一度は夢見たことありませんか？サーモンの船盛り。ちょうどサイズもね、いいサイズ感なので、サーモンの船盛りを作っていきたいと思います。ほんで、とにかくこれめちゃめちゃ鮮度がええの。でも、締めてすぐ送ったって感じですね。まだ血もね、すごい鮮血で綺麗なんですよ。多分昨日まで泳いでたぐらいのクオリティですよ。そしたらまず、鱗取っていきましょうか。トラウトサーモンは比較的鱗取りやすいです。ほらこう鱗取っていくと、ここに赤いラインが1本入ってるの分かりますかね？これトラウトサーモンの特徴ですよね。で鱗かきである程度鱗が取れたらブラシで仕上げ。はい、そうしましたらお腹を割ってみましょう。ぷよぷよのお腹。このお腹の中には何が入ってるんでしょうか？白子か、筋子か、はたまた内臓脂肪だけか。いきます。はい。内臓脂肪だけでしたね。すごい量の内臓脂肪。ほんでこれ、内臓脂肪も白じゃないんですよ。ちょっとオレンジがかってますね。この段階でもエラも抜いちゃいます。ビビビビビッと。そしたらここに血綿がたくさんついてるんですよね。サーモンっていうのはね、この血綿がすごいんですよ。これもね、加工すると珍味になるんですよ。メフンだっけ？メフンっていう珍味になります。この大きさのサーモンに対して、こんなたくさん血綿が取れます。はい、綺麗に取れました。そしたらおろしていきましょう。ヒレとかは残した方がいいと思いますんで、カマの下から包丁を入れます。で、サーモンは骨が柔らかいので、背骨を貫通しないように、ここでちゃんと止めます。そしたら反転させて、こちら側からおろしていきます。皮を1枚切ります。で、姿作りはちょっともったいないなと思うんですけど、この尻尾のここで落とします。ここね。尻尾のここで1本落とします。そうするとこの尻尾の肉がついた状態になりますんで、姿作りにした時に見栄えがとてもいいです。で、皮1本いったら、背骨まで包丁を通していきます。この音ですね。この音になったら背骨のお山に包丁の先を乗っけて、はい、完璧に通します。そしたらこっち側向けて、お尻の方にも包丁を入れて、であとは腹骨がくっついてるだけなので、腹骨をこうやって切っていきます。はい、そしたらパカッと。めちゃくちゃ綺麗だな、身が。ほら。もう宝石みたいに輝いてますね。相当鮮度いいね、これ。本当にめちゃめちゃ鮮度いい、これ。そしたら次、こちら側を下ろしていきます。で、こっち側を下ろすときに、頭がね、出っ張ってるので、下ろしにくいので、まな板の外に頭だけこうやって落とします。そうすると平らになります。で、平らになったところを、こうやって下ろしていきます。尻尾に切れ込み入れて、で、こっち側も、まな板の外に頭を落として、皮を1枚切ると。皮は結構硬いんで、スーッといくというよりかは、刃先を刺して、こうギコ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 とする感じがいいかも。で、ここも1本落として、背骨を切らないように。はい、そうしたら、こっち向けて確実に下ろしていきましょうか。こう見ながらね。は
はい、ここまでいったら尻尾の方から腹骨を切っていきます。そうするとピロピロピロっとサーモンの三枚おろしの完成。そしたら今日はこの特大船を使います。うちにある一番大きいやつね。でまずは頭を立てる。こんな感じで。でヒレも立てたいのでヒレの後ろにつまをこうやって引いていきます。後ろから見るとこんな感じ、前から見るとこんな感じ。大根とか人参とかレモンとか何でもいいんですけど、こうやって竹串を1本ぶす刺してこういう感じにして、で尻尾に竹串を刺して、で土台を作ります。そうすると尻尾がピンと立ちますね。これで船盛りの土台が完成。そしたら短冊状にしていきましょう。まずは腹骨をすいていきます。腹骨もすごいな、くっついてますね。鮮度がめちゃくちゃいい。久しぶりにこんな鮮度のいいサーモン食べるな。スーパーとかではまあ売ってないようなクオリティですからね、これ。そしたらここまで来たらこう来て、でここにヒレがありますんでヒレをこうやって避けて、こうですね、こう落とします。そしたらここに骨が入ってますんで骨を抜いていきます。でもやっぱ鮮度がこんだけいいと身が締まってて骨がね抜きにくいですね。刺身にする場合はここの骨は絶対に抜かないとダメなんですよね。割とここばっか意識しちゃうんですけど、ここにも骨が入ってますんでちゃんとこっから抜いてって、でここもしっかり抜いていくと。でも見割れはしないね。すごい強いです。はい、これで骨が抜けました。でこの状態でこう切り身にしてって、ムニエルとかちゃんちゃん焼きとかフライとかいろんな料理にしてもうまいと思います。骨がないんでね、お子さんも食べやすいと思います。こっち側も一緒。腹骨をすいて、できるだけ少ない回数で、あんまりギコギコしちゃうとね、ここに段差がついちゃいますんでね。でこうなったらこう落とすと。で膜を取る。こいで骨を抜くと。よし、そしたら皮を引いていきます。このぐらいの大きさだったらこのままでもいけると思うんですけど、結局柵にするので一度割って、でこの状態で皮引きます。めちゃめちゃ引きやすいと思います。こんだけ脂が乗ってたらね。わ、すごいね。テッカテカ。で腹の方ですね。できるだけ白を残すようにキワキワを引いていく。こんな感じ。もう一回いきますよ。半分に割って、で尻尾の方からこうですね。でコツはね、真横で引くっていうよりかは若干包丁を斜めにしてこう引く感じですね。こう入れて、こうじゃなくてこのぐらいです。でしっかりと尻尾の皮を巻き取ってギュッと持ちます。はい、こんな感じ。綺麗に引けましたね。これ美しいです。そしたらいよいよ切って盛り付けていきたいと思います。そしたらまず軽くつまを乗っけて、できるだけつまがはみ出ないようにね、こうつまをできるだけ見せないのが姿作りを作るポイントですからね。でこういう竹のねおしゃれなやつとかもあるとより見栄えが良くなります。で緑が入ります。そしたらこちら切っていきます。赤い方を向けて切るんじゃなくて、あえて皮目を表にしましょうか。うわすごい、弾力がすごいな。跳ね返ってくるね。切ってはくっつけてスライド。でこう長さを手で確認しながら、ちょうどいいなと思った長さになったら包丁ですくい上げて、そのままドカーンで軽くここにつまを引いて、もう一回同じように切っていきます。でここにドンと乗っけると、ちょっと重なるぐらいがおしゃれだと思います。そしたらどうしよう。こう置いて腹の方切っていきましょうか。こう切って、でこう置いていく感じ。こういう感じでどうでしょう。こう置いてこう切ってこう切ってこう。そしたらここら辺につまを置いて、大葉を2枚置いて、ちょっとこうやって穴を開けます。でつまはできるだけ見えないようにしてスライス、できるだけ薄くスライスして置く。あんまり厚く切りすぎるとうまくくるくる巻けないので、薄めにね、このぐらい薄めで、こんだけ鮮度がいいので薄く切っても見割れしないですね。こんだけ薄く切っても全然平気。そしたらこっち側からくる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 と巻いていきます。ちょっと花が大きいな。よっ。でこれを持ってそのままここにドンと
で、ここの上で花びらを広げてあげると。うわー、めちゃめちゃ綺麗にできた。いいね。そしたらわさびをすって、で、船の先端にわさびを置きます。そしたらこういう隙間の空いてるところを埋めていきます。この作業が楽しいんだよな。まずここ空いてるんで、赤い黄金のりを置きます。で、わかめもここら辺にちょんと置きます。渋いのが2つ入ったら、次はサーモンといったらレモンですよね。レモンを薄切りに。薄く切って、ちょっとずらして盛り付けると。レモンの綺麗な黄色と爽やかな香りをつけていきます。で、これまた便利。パセリですね。これもここら辺が空いてますんで、隠します。きゅうりで松を作ってみましょうか。最近ね、あんまりうまくいかないんだよな。さあ、今日はうまくいくかな？できるだけまっすぐのところ。ここを使います。半分よりちょっとこっち側で落とします。そしたら細く切れ込みを入れていきます。ここの作業がとても大事。できるだけ細く入れていきます。よし、そしたら削いでいきます。まず半分ぐらいからスーッといって、できるだけ薄くして、ここら辺で止めます。で、シュッ。お、これ成功の予感がする。で、次もここら辺からスーッと、できるだけ薄くして、根元までいったら、こうですね。で、次もここら辺から、スーッと入れていく。まあ60点ってとこですかね。本当にここら辺に置きましょうか。はい、これで限界サーモンの姿作りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらですよ。もう夢のような絵面ですよね。もうサーモンのみの船盛り。しかも鮮度抜群ですからね。そしたらまずはこの背中の方からいきましょうか。わさびたっぷりつけて、で、醤油にペッペと。いただきます。うまっ。うまいこれ。これね、アトランティックサーモンとかキングサーモンとかよりかはあっさりしてます。すごく食べやすいですね。そして不思議だなこれ。サーモン食べてるのにしっかり歯ごたえがある。歯ごたえはブリとかカンパチとかに近いですね。特にこの皮目にしっかりとした歯ごたえがあります。で、油がうめえ。サーモン独特の癖みたいなものがね、少ないですね。やっぱ今ね、わかめ食べなあかんよ。わかめを。うまい。じゃあお次、油ブリッブリのハラミをいきましょうか。わさびはね、このぐらい乗せちゃっていいです。巻いて、こうして、ね、醤油にとっぷりつけて、いただきます。うわ、うめえ。うまい。もうハラミやばいな、これ。で、サーモンのハラミってちょっと脂くどすぎるじゃないですか。すっげえちょうどいい。めちゃめちゃうまい。このメタボな体型からは想像できないぐらいクリアな味わい。うまいな、このサーモン。ちょっとびっくりしました。はい、ということで今日はこちらの限界サーモンの姿作りときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！牛のやつの白いやつ。フリーですね。よっ。ノンアルコールビールでもしっかり7対3決めていく。いただきます。うめえ。ほんとね、ノンアルもうめえって。それじゃゆっくり食べていくよ。
ごちそうさまでした。ということで、今日は鮮度抜群の限界サーモンを使って、サーモンの姿盛り、自宅で作ってみましたけども、とてもね、扱いやすいサーモンでした。で、小型のサーモンなんですけど、適度に脂があってめちゃくちゃ美味しかった。で、今からの時期ね、トラウトサーモンもそうなんですけど、生の銀鮭とかもスーパーとかに出回ると思いますんで、ぜひ皆さん、生の鮭食べてみてください。冷凍の鮭とかって焼くと、ちょっとパサパサっとするじゃないですか。で、生の鮭はほんとね、焼くとふわふわでめちゃめちゃうまいんですよ。今日は限界サーモンすごく鮮度がいいんで、刺身で食べましたけど、生のサーモンの塩焼き食べてみてください。今の時期しか多分出回んないと思いますんでね、スーパーで見かけた際は生のサーモン買ってご自宅で食べてみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。